欧州で4カ国目の承認、人間の運転より 3.5 倍安全というデータ、そしてラスベガスで最大5000台のロボタクシー計画、これはテスラの見方を変えるニュースかもしれません。おはようございます。ケンです。今回のニュースは単なる承認や申請の話ではありません。大事なのはこの3つのニュースが一本の線でつながっていることです。FSD が少しずつ夢から審査される商品になり始めている。これが今回一番重要なポイントです。これまで FSD はずっと期待と疑念の間にありました。イーロン・マスクさんは何年も前から完全自動運転の未来を語ってきました。でも投資家やメディアからは慎重な見方もされてきました。本当に完成するのか、いつ収益化できるのか、また約束が遅れないのか、ロボタクシーは本当に実現するのか、この疑問はかなり自然だと思います。ただ今回のニュースを見ると流れが少し変わってきています。欧州の国が承認し、走行データが出て都市単位で許可申請をする。テスラの自動運転が少しずつ社会システムの中に入ろうとしている。ここが今回の本質です。最初に見たいのがデンマークでの FSD の承認です。監視付きの FSD がデンマークで承認されました。欧州ではオランダ、リトアニア、エストニアに続いて4カ国目です。台数だけ見ればデンマーク単体のインパクトは大きくないかもしれません。でも僕が注目しているのはそこではありません。規制の厳しい欧州で承認国が少しずつ増えているっていうことが重要なんです。自動運転の本当の壁は技術だけではないからです。国が認めなければ使えない。社会が受け入れなければ広がらない。必要なのはソフトの進化だけではなくって承認実績の積み上げなんです。一国で承認しデータを集め安全性を示し次の国へ広げる。この流れができると FSD は自動運転プラットフォームになっていきます。デンマークの承認の意味っていうのはまさにここにあるんです。そしてここで次のニュースにつながっていきます。オランダで公開された FSD の安全性データです。監視付きの FSD は人間の運転より 3.5 倍安全だったと発表しました。高速道路では長距離を走って衝突ゼロ。一般道でも衝突件数は少ない。これはテスラ側のデータなので今後は第三者検証も重要です。それでもこの発表には大きな意味があります。安全性を感覚や期待ではなくって実装データで説明し始めたからです。自動運転で一番難しいのは社会に信じてもらうことです。FSD が事故を起こすと報道の見出しは大きく変わります。人間より少し安全なだけでは足りないんです。社会が納得するほどの安全性、これを示し続ける必要があるんです。だからこそ今回のオランダのデータっていうのは重要になってきます。各国の規制当局に対して実装データで安全性を示せる。これは FSD を広げるための重要な武器になります。ここでオーナー目線でも考えてみたいと思いますけれども、オーナーにとって FSD っていうのは単なる便利機能ではないんです。承認国が増え、安全性のデータが積み上がり、信頼性が高まっていくならば、FSD は車の価値そのものに関わってくると思います。これまで車は買った瞬間から古くなっていく商品でした。でもテスラは少し違います。ソフトウェアのアップデートで車の機能が変わっていく。自動運転性能や UI、安全機能も進化していきます。もちろんハードの制約はあり、全てが同じように進化というわけにはいきません。それでも車がソフトで進化する、この考え方っていうのは大きな魅力なんです。今回の承認や安全性のデータっていうのはその価値をさらに強める可能性があります。そしてここからが今日の一番重要なポイントです。テスラがネバダ州でロボタクシーの許可を申請しました。ラスベガスで最大5000台の車両展開を目指しています。これはかなり大きいです。ラスベガスはロボタクシーの実用化に分かりやすい市場だからです。空港、ホテル、カジノ、イベント、観光客と移動の需要が集中しています。
展開する場所としてはかなり相性がいい場所になってくるんです。最大5000台という数字は単なる実験とは違います。もちろん最初から一気に5000台ではないと思います。規制、安全確認、保険、運用体制など課題はたくさんあります。それでも都市規模のネットワークとして考えていることが重要なんです。これまでのテスラは基本的には車を販売する会社でした。でもロボタクシーが成立すると話が変わります。車が毎日走り、乗客を運び、収益を生み続ける。車が資産になり、AI が現実世界でお金を稼ぐ仕組みになる。そうなれば、単なる自動車メーカーの評価ではなくなってきます。ここで一度、今日一番大事な問いを置きたいと思います。もし、ラスベガスでロボタクシーを展開できたならば、投資家はテスラをまだ自動車メーカーとして評価するのか。ここが今日の核心です。PER、販売台数、中国市場、値下げ、もちろんこれらは全部大事です。短期の株価には利益率だったり、納車の台数、在庫水準が非常に重要です。でも、長期で評価される理由はそれだけではありません。市場が本当に見ているのは、テスラが車を売る会社で終わるのか、それとも AI で移動を自動化する会社になるのか、ここなんです。今回のニュースはその答えが見え始めた可能性を示しています。欧州で承認国が増え、オランダでは安全性のデータが出ている、ネバダではロボタクシーの都市展開が見え始めている。これはバラバラのニュースではありません。技術から承認へ、承認から安全性のデータへ、そして商業サービスへ、この階段を上がり始めている。そのように僕は見えます。はい、ということで最後に僕の視点を少し入れたいと思いますけれども、テスラの本当の強みっていうのは FSD の性能だけではないんです。車両台数、データ、ソフト改善、回り続ける学習ループなんです。世界中の車両が現実世界のデータを生む。そのデータが FSD の改善につながり、ソフトが車両に配信される。そしてまた車両が新しいデータを生み出す。このループが回るほどテスラは強くなっていきます。他社が一としてテストをしている間に世界中の道路から学習できる。他社が専用車両を増やす間に市販車を通じて展開できる。もちろん Waymo は非常に強い競合です。商用ロボタクシーの実績では Waymo が先行している部分があります。ここは冷静に見た方がいいです。Waymo は限定エリアで深く安全に運用するモデル。テスラは量産者とデータで広く学び、将来大きく展開するモデルなんです。どちらが勝つかはまだ分かりません。でもテスラの方式が成立すればスケールの速さが大きな武器になります。テスラ株投資家にとって重要なのはここからです。FSD やロボタクシーが本格化すると利益構造が変わっていきます。自動車の販売は基本的に製造業です。工場、人件費、物流、価格競争、在庫、景気の影響も受けます。だから自動車メーカーとして見ると利益率には限界があるんです。でも FSD やロボタクシーは違います。FSD がサブスクリプションになりソフトウェア収益になる。ロボタクシーが移動サービス収益になる。車を売る会社から車を使って継続的に稼ぐ会社へ変わる。ここがテスラ株の大きな上振れ要因です。もちろんまだ確定ではありません。見るべきは収益化に向けた条件が揃い始めているかどうかです。規制の承認、安全性のデータ、都市展開、この3つが揃ってきたからこそ今回のニュースは重要です。ただポジティブな話だけで終わると少し危険です。FSD とロボタクシーにはまだ大きなリスクがあります。まず規制リスク。一国で承認されても欧州全体で一気に広がるわけではありません。次に事故リスク。重大事故が起きれば社会的な反発はかなり大きくなります。一件の事故でも大きく報道される可能性があるんです。そして競争リスク。ウェイモは先行し、ウーバーも動き、他社もこの市場を狙っています。さらに収益化までの時間、安全監視、保険、運用コストで初期はコストがかかる可能性があります。だからもう完全勝利と見るのは早いと思います。大きな賭けをようやく実運用のステージに近づけ始めている。この見方が一番バランスがいいと思います。最後に今日の結論です。一番重要なのはデンマークの承認でも 3.5 倍でも5000台の計画でもありません。本当に重要なのは
この3つが1本の線でつながっていることです。欧州で FSD が承認される、実装データで安全性を示す、アメリカではロボタクシーの都市展開を申請する、技術の話から規制の話へ、そして規制から安全性のデータへ、そしてその安全性のデータから商業展開の話へ進み始めた。EV メーカーとして見るならば、販売台数や値下げ中国市場が中心になります。でも現実世界の AI 企業として見るならば、 FSD や車両ネットワークが中心になる。市場がもう一度テスラを後者の視点で見始めるきっかけになるかもしれません。僕はここが今回の一番大きなポイントだと思っていますけれども、皆さんは今回のニュースどう見ますか？ぜひコメント欄で皆さんの考えを教えていただければと思います。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。ぼちぼち季節の変わり目ですが、エアコンの掃除どうされていますか？業者さんとかに依頼とかされていますか？我が家なんですけれども、ペットがいるのもあってかなりエアコンを使っています。その結果、すぐにエアコンが汚れてしまい、結構毎年業者さんに依頼して掃除をしてもらっています。このエアコンの掃除代、バカにならないですよね。ケチって間隔を空けると今度は電気代も高くなりますし、エアコンの維持費って結構かかるんです。けど、そんな悩みがあったんですけれども、僕が紹介している輻射熱装置のエコウィン、このエコウィンを作っている株式会社エコファクトリーに訪問させてもらった時に、エコウィンフィルターっていうフィルターを紹介してもらいました。このフィルターをエアコンにつけることで、エアコンが汚れにくくなります。なので、業者さんに掃除を依頼する頻度が減る。また、クーラーの内部が綺麗な状態が保たれるので、結果的に電気代も安くなる。また、室内の空気清浄効果、ウイルスの蔓延防止効果もあるみたいなんです。ただ僕は紹介してもらった時に、このフィルターをつけたらいいのは分かった。けど、お高いんでしょ？確かに業者さんに毎回わざわざ来てもらう頻度は減るけれども、こんなに高機能なフィルターなんだから高いんだろうなって思ったんです。けど値段を聞いたら1540円。安い。僕は思わず安いですねって言ってしまいました。さらにこちらも僕が紹介しているナノトップを使うことで、このフィルターを掃除することができるんです。となってくると、さらに長く1枚のフィルターが使えます。これは即買いだなと思い購入させてもらい、今我が家のクーラーには全部このフィルターがついています。使い始めて1年以上経ちますが、エアコンはパッと見綺麗なままです。ということで、エコウィンフィルター、コスパも機能もめちゃくちゃいいと思います。興味のある方はぜひ概要欄にエコウィンフィルターの紹介ページを掲載しているので、そちらご覧になられてみてください。まずはエアコンを綺麗にしてもらって、綺麗にした後にエコウィンフィルターをつけるっていう風な感じです。これでね、かなり綺麗になっていくと思いますので、ぜひね、これから夏になります。エコウィンフィルターをね、使ってみてみてください。はい、ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。